皆さん、こんにちは。今回は、ソリューションフォーカストアプローチ問題解決への鍵というテーマでお送りします。私たちは日々様々な問題に直面していますが、その解決策は常に目の前にあるかもしれません。この動画では、問題解決への新しいアプローチを探り、より効果的な結果を生み出す方法について探求していきます。1、ソリューションフォーカストアプローチの基本概念。ソリューションフォーカストアプローチでは、問題にとらわれず、代わりに解決策に焦点を当てます。つまり、問題を克服するために必要なリソースやアイデアを見つけることに注力します。これにより、前向きな視点を持ち、問題解決に向けたクリエイティブなアプローチを展開することができます。このアプローチでは、問題の原因や背景に固執するのではなく、解決策に関する情報や知識を集め、潜在的な解決策を見つけることが重要です。問題に対してネガティブなエネルギーを向けるのではなく、ポジティブなエネルギーを解決策の探求に注ぎ込むことが大切です。また、ソリューションフォーカストアプローチでは、協力や共同作業も重要な要素です。他の人と協力してアイデアを出し合い、複数の視点を取り入れることで、より多様な解決策を見つけることができます。さらに、柔軟性と創造性も求められます。既存の枠組みにとらわれず、新たなアイデアや方法を模索することで、より革新的な解決策が浮かび上がるのです。2、問題解決のためのアプローチとツール。ソリューションフォーカストアプローチに基づく問題解決のための具体的なアプローチやツールについてお話ししましょう。これらの手法やツールを活用することで、より効果的な解決策を見つけることができます。デザイン思考。デザイン思考は、問題解決における人間中心のアプローチです。視点をユーザーに置き、ユーザーのニーズや要求を理解することから始めます。アイデアの創造、プロトタイピング、テストといった段階を経て、最適な解決策を見つけ出します。ブレインストーミング。ブレインストーミングは、チームでのアイデア出しによる問題解決の手法です。参加者は自由にアイデアを出し合い、発散的な思考を促します。異なる視点やアプローチからのアイデアを組み合わせ、新たな解決策を見つけ出すことができます。スウォット分析。スウォット分析は、問題の分析と戦略の策定に役立つ手法です。主な強みストレングスズ、弱みウィークネス、機会オポチュニティーズ、脅威スリーツを洗い出し、問題解決のための戦略を立てる際の基盤とします。PDCA サイクル。PDCA サイクルは、問題解決と継続的な改善を実現する手法です。プラン計画、同実施、チェック評価、アクト改善の4つのステップを繰り返し行うことで、効果的な問題解決と持続可能な改善を実現します。マインドマップ。マインドマップは、アイデアの整理や情報の可視化に役立つツールです。問題の要素や関連する要素を中心に配置し、枝分かれさせながらアイデアを追加していくことで、問題解決のプロセスを可視化しやすくします。これらのアプローチやツールは、問題解決において広く使用されています。ただし、最も効果的な手法やツールは、問題の性質や状況によって異なる場合があります。
柔軟性を持って適切なアプローチを選択し、問題解決のプロセスに取り組んでください。3. ソリューションフォーカストアプローチの成功事例。ソリューションフォーカストアプローチが実際に成功を収めている事例についてご紹介します。これらの例は、ビジネスや個人のレベルで問題解決に取り組んだ結果です。アップルの成功例。アップルは常にソリューションフォーカストアプローチを採用してきました。例えば、iPod の登場によって音楽業界における問題を解決し、iTunes との統合によって顧客ニーズを満たすことに成功しました。また、iPhone や iPad の開発においても、ユーザーのニーズを重視したソリューションを提供し続けています。NGO の活動。非営利団体 NGO もソリューションフォーカストアプローチを活用しています。例えば、環境問題に取り組む NGO は、問題を指摘するだけでなく、具体的な解決策を提案し実行しています。再生可能エネルギーの普及や廃棄物リサイクルなど、実際の成果を上げています。個人の成功体験。個人においても、ソリューションフォーカストアプローチが問題解決に効果を発揮しています。例えば、起業家が新しいビジネスアイデアを生み出し、市場の問題を解決することで成功を収めるケースがあります。個人の目標達成や人生の転機においても、問題解決におけるソリューションフォーカストアプローチが重要な役割を果たしています。これらの成功事例からわかるように、ソリューションフォーカストアプローチは幅広い領域で効果を発揮しています。問題を解決するためには、問題の本質を見極め、具体的な解決策にフォーカスすることが重要です。4. ソリューションフォーカストアプローチの実践方法。ソリューションフォーカストアプローチの実践方法についてお話ししましょう。実際に問題解決に取り組む際に役立つ具体的な手順や方法を紹介します。問題の定義と洗い出し、最初に解決すべき問題を明確に定義しましょう。問題の要因や影響を洗い出し、具体的な課題を特定します。問題の本質を理解することが、適切な解決策を見つける第一歩です。データと情報の収集。問題解決には事実に基づいた情報が必要です。関連するデータや情報を収集し、問題の背景や要素を理解しましょう。調査、インタビュー、調査票などの手法を活用して、客観的な情報を得ることが重要です。アイデアの発散。問題解決には多様なアイデアが必要です。ブレインストーミングセッションやアイデアの出し合いの場を設け、参加者全員が自由にアイデアを出し合える環境を作りましょう。異なる視点や発想を組み合わせることで、新たな解決策が浮かび上がることがあります。解決策の絞り込み、発散したアイデアの中から、実現可能で効果的な解決策を絞り込みます。選択基準や優先順位を設定し、複数の解決策を比較検討します。ユーザーのニーズや要求に合致し、問題を解決するための最適な解決策を見つけましょう。プロトタイピングとテスト。選ばれた解決策を具体化するために、プロトタイプを作成しましょう。プロトタイプを使ってテストやフィードバックを収集し、必要な修正や改善を行います。このサイクルを繰り返すことで、最終的な解決策を完成させることができます。
実行と評価、最後に選ばれた解決策を実行に移しましょう。計画を立て、チームや関係者と協力して実行します。解決策の効果や成果を定期的に評価し、必要な修正や改善を行うことで持続的な成果を生み出します。以上がソリューションフォーカストアプローチの実践方法の一般的な手順です。問題解決に取り組む際には柔軟性と創造性を持ちながらこれらの手法を適切に組み合わせて活用してください。まとめ、今回はソリューションフォーカストアプローチについて基本概念から具体的な実践方法までをお伝えしました。問題解決においてソリューションフォーカストアプローチを活用することで効果的な解決策を見つけることができます。このアプローチの鍵は問題を明確に定義しユーザーの視点に立ちながらアイデアを発散させ実現可能な解決策を絞り込むことです。また PDCA サイクルを通じて継続的な改善を行うことも重要です。ソリューションフォーカストアプローチはビジネスや個人の問題解決に幅広く適用されており多くの成功事例が存在します。柔軟性と創造性を持ちながら適切な手法やツールを選択し問題解決に取り組んでください。問題解決はチャレンジングなプロセスですがソリューションフォーカストアプローチを通じて新たな視点や可能性を開拓しより良い未来を築いていきましょう。本日の動画は以上です。この動画が良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。